皆さんこんにちは。内科皮膚科医の友利新です。今日はですね、お肌に優しくて正しい洗顔の仕方を皆さんにお話ししたいと思います。クレンジングの回でもお話ししましたけれども、やはり落とすっていうスキンケアっていうのが一番リスクもあって大切なことなんですね。なのでどういった形で洗顔をするかっていうこととっても大事ですから、最後までご覧ください。では今もクレンジングをしてメイクは落ちている状態になります。これでね、普通常であればダブルクレンジングいりませんっていうようなクレンジングであればこれでスキンケアに行くんですけども、これがもうじゃあ寝起きの状態だと思ってください。洗顔のポイントは2つです。まずはたっぷりと泡を立てるということになります。もうね、洗顔のほぼ9割ぐらいはこの泡立てで決まってくるんですね。でそれともう1つ目はもう本当に短時間で洗い流すっていうこの2つになります。で1つ目の、泡を立てるということなんですけれども、実は洗顔っていうのはしっかり泡を立てた状態で、この泡に空気が入っている状態の方がしっかりと肌に密着をするんですね。顔に乗っている汚れだとかいらない皮脂としっかりと混ざるというデータもあるんです。なので例えば泡が本当にスカスカな泡、ふわふわな泡比べた時にですね、どちらの方が汚れがより落ちるかっていうと、このふわふわな泡の方が落ちるっていうデータですね。それがあります。なのでまず一つはきちんと落とすっていう意味ではしっかりと泡を立てましょう。でもう一つの理由はやはり摩擦をしないということです。皆さんゴシゴシすることによって汚れって落ちてると思いがちですけど、そうじゃないんですね。やはりこの洗顔フォームとかに入っている、洗浄剤が汚れを吸着して取ってくれるっていうことになるんですよ。なので別にゴシゴシしたから汚れだったりとか余分な角質が落ちるっていうわけではないし、逆にゴシゴシしちゃうことで、洗顔をすると汚れもそうですけども大事な皮脂まで取り除いてしまうので炎症を起こしてしまう形になります。なので絶対にゴシゴシはしないようにしてください。ではじゃあどれぐらい泡立てればいいかっていうのをお話ししたいと思います。で泡立ちの、最大のポイントは、最近はね洗顔フォームでも泡で出てくるものありますけれども、私はやっぱり泡立てネットで泡立てるのをおすすめします。でこの方がやっぱり泡立てネットで泡立てると本当に空気が入ってホイップクリームのようなきめの細やかな泡ができるんですね。なのでさっきお話ししたきめが細かくて空気が入っている泡を肌にのせることで、それだけで汚れがしっかりと落ちるっていうことになりますので、できればもう通常100均とかでも売ってると思うので泡立てネットを購入してぜひ使ってください。でじゃあ早速やっていきます。で洗顔フォームはもう基本的に自分がお使いのもので大丈夫です。で泡立てネットちょっと濡らしてだいたいそうですね、洗顔フォームはこれぐらいこれぐらいですねをいくとお水を入れながらしっかりと泡立てていきましょう。そうでちょっとずつで足りないなと思ったら洗顔フォームを足していけばいいんですけれども、よいしょ、こんな感じでこういう感じですね。これぐらいの垂れないぐらいの泡をしっかりと立てるようにしてください。足りないなと思ったら泡立てネットでそれを足していただければいいと思います。洗顔でどこを重点的に洗うかっていうと、余分な皮脂だったりがついている、要は皮脂分泌が活発な場所ですね。それってやはり T ゾーンなんですよ。なので洗う順番っていうのはまず T ゾーンに泡をこういうふうにのせるっていうことです。でT ゾーンにしっかりと泡をのせて、そこから全体的にこれを取ってこういうふうにつけていきます。でここで皆さんやりがちなのがゴシゴシしたくなりますよね。でもさっきから何回も言っているように、もうのせた瞬間に泡がちゃんと肌に乗れば、そこで洗浄剤が汚れを吸着してくれるんですね。なのでやり方としては正しい洗顔の仕方っていうのはこうやって押すだけです。こうやって基本はこれで終わりで、どうしてもニキビとか気になるっていう方はもう一度 T ゾーンにのせて T ゾーンを
押すんですね。泡で、私今肌に触れてないの分かりますか？こうポンポンポンと押すだけです。ここで間違ってもくるくるっていう、小花だったらまだいいですけれども、くるくるっていうよりはこう押す、摩擦をするっていうのはいくら泡があってもどんどん手にいっちゃうので、泡があればねなかなかならないんですけど、それでもついついゴシゴシしちゃいがちなので、もうこれで終わりです。で、今話しながらやったんでちょっと時間長くなりましたが、洗浄剤が肌に乗る時間が長ければ長いほどどうしても大切な皮脂も取り除かれてしまって乾燥肌、皮膚のバリア機能低下しちゃうので、もう基本は10秒から20秒ぐらいこうポフポフポッとしたらすぐに洗い流してください。じゃあ洗い流します。で、洗い流しもなんか長ければいいと思うかもしれないですけれども、基本的にはもう洗浄剤が流せれば問題はないです。ただ生え際とかそういったところに粉状剤残りやすいので、そこだけ気をつけていただければ。私今日一応ね皆さんの前でなんですけど、私いつもこう首まで全部洗ってっていう感じで首までやった手にして、でこうね清潔なタオルで、それでゴシゴシもダメですよ。上からはい、これが正しい洗顔の仕方になります。今もう汚れも取れましたし、ただ汚れが取れたと同時に大切な皮脂も取り除かれてますから、この後すぐに保湿のケアをしてください。洗顔って絶対にゴシゴシしないでください。さっき言った泡をすること、泡をモフモフにしてゴシゴシじゃなくて上から押す、摩擦じゃなくて押すだけです。モフモフの泡が汚れを吸着して落としていますから、摩擦する必要はないです。究極論、もうここに泡立てた洗顔フォームをのせればそれでも汚れは落ちるっていうことなんですね、理論的には。なのでただこう押してより泡を肌に密着させるっていう感じにしてください。で、気になるようだったら小鼻のところだけは手でもう少し細かく押してあげましょう。そしてもう本当に短時間で、洗浄剤が肌に乗っている時間が長ければ長いほど肌の大切な、保湿因子っていうんですかね、そういうの流れ出やすくなりますので、特に乾燥肌の人はもう洗顔フォームをのせたら10秒から20秒押し洗いをしたらすぐに洗い流しましょう。で、すすぎもですね、あんまり長時間やっているとそれ自体もお水だけで洗っていてもやっぱり大切なその保湿成分って逃げていきますから、きちんと洗い残しがない程度にしっかりと、だけれども短時間で洗うようにしてみてください。で、洗顔が変わればね、必ず皆さんのお肌も綺麗になりますから、スキンケアの基本の基が洗顔になりますので、皆さん正しい洗顔をしっかりとマスターしてみてください。いかがでしたか？このチャンネルではこのように美容や健康について分かりやすくお話ししていますので、よかったらチャンネル登録してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。